こんにちは。じゃあ、こんにちは、どうも。よろしくお願いします。今日はゲスト会です。早っ。早いね。紹介するの早いよ。いいんじゃなはい。い？はい。はず、おしゃれアレルギー初ゲストですよね、これ初ね。ゲストです。もう今日おー、はね、すごい。オープニングなしで行きますよ、今日は。おー、すごい。でも、紹介する前からガンガン喋ってるけど、うわ楽しい。声が漏れてる、声が。楽しいと。はい、じゃあ、ユミさんから紹介してくださいよ、ぜひ。はい。魔女とカメレオンという番組で、皆さんもご存知の上ちゃんがゲストです。やったやったわー。上ちゃん大好きー。イエいやー、ありがーイね。と上ちゃんね、俺ね、うちゃんのこと大好きなんですよ。本当う。に。あそう、もうずっのと聞いてる。今日はですね、はいはいはい。先週、2個ぐらい前に出したうん。クリエイティブはどこからやってくるというはい。タイトルうん、のエピうん。ソードを私たちリリースしたんですけど、それうん、がきっかけで、うん、はい。ヨッシーがラブコールうん。を上ちゃんに出したんですけど、それをアンサそう、ーいただきまして。 そう。この話題話したいよねって、我こそはっていう人はって言うんだけど、我こそはっていう上ちゃんをご連絡くださいって言うから、もう名指し速攻で連絡した。ありで、速がたい。攻でありがたいよね、本当に。エピソード出た日に送うん。ってますよね、俺多分ね。エピソード出た日に、うん。ヨシからメールが来て、えってなって、なんかそんな早くに聞いてくれてるっていう喜びと、ゲスト会こんな早く実現したみたいな衝撃、多分ね、両方の稲妻が走ったっていう。一番早く聞いてるかもしれない、俺。すごい嬉しい。嬉しい。うん。うん。そね、なんかこう、男子2人で女子1人だと、俺が魔女カメでゲストに出させていただいた時のあの感覚を思い出すんですよね。そうそうそう。その説ありがとうございます。あ、いやいや、ヨシさんにこちらこそ。実はね、うん。私の番組の魔女とカメレオンという番組をうんうんやってるんですけど、占い師の魔女の、真帆さんという方とやってて、で、うんあの、共通の知り合いなんですよ、ヨシさんとは。で、ヨうんシさんにうん。もゲスト出ていただいて、すごい好評の回で、ありがあ、とうございます、そうですか。その説はまあ、ね。はい。単に俺と上ちゃんが真帆さんをいじりまくってしいじりまうという。まくって、そ本当にね、上さんじゃないや、真帆さんにね、本当申し訳なかったなと思って。う。いや、でもね、うん。多分ね、真帆さん嫌いじゃないと思うんだよな。いじられるあことがないから。そあいや、上ちゃんにいじられるう。うん。のは、真帆さんはね、聞いてるとなんか気持ちいいんだろうなと思うんですけど、あ。俺、ほら、ね、いつああ。も、ほら、俺いつも怒られてるから、上さん。上さんじゃない、なんでも、で俺上さんって言うの？もう、でも、ヨシさんも真帆さんから怒られるの嫌いじゃないですよね。まあ嫌いじゃないですね。そう。うん。お互い好きの裏返し。そうそう。あ、小学生、みんな小学生なのかな、じゃそう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 。っていうね、ありがとあ。ああ、うございます。ご紹いやいや、介いただいて。はい。それでですうん。ね、ちょっと進行させていただきますと、まずは、上ちゃんの紹介をしたいんですけど、はい。どうやって紹介していいかわかんないので、上ちゃんの自己紹介を上ちゃんにしてもらおうっていうはい、そうですよね。流れです。はい。ごめんなさい、いいではい。すか？すみません。はい。さっき俺、上ちゃんと俺で、うん。ユミさんに、今日うん。うん。俺らもうヘロヘロなので、と、うん。ユミさん、しっうん。かりしてくださいな、ねって打ち合わせで言っちゃったもんだから、うん。ユミさんのプレッシャーがすごいね、そうそうそう、もう今ね。あ、しっかりそうなんだ。やんなきゃと。すごい感え、じですね。進行しなきゃと思って。じゃあちょっとえなんかめちゃくちゃにしましょう。なんか、ユミさんがえ。たじろぐぐらいちょっと大暴れしまそすか？ う。ぜひぜひ。ごめんなさいね。なんか、マジカメのよしゲスト会聞いてください。いや、同じほんとね、匂いがする。わちゃわちゃするんですよね。そうそうそさあ、上ちゃんです。上ちゃんの自己紹介、そうか、上ちゃんの自己紹介そう、ってしっどんなことやってる人なのかなみたいな。うん。一元さんっていうか、全然知そうらないですよね。方もいらっ知らないしゃると思う方が、はい。ので、うん。はい。じゃあちょっと自己紹介させていただきます。はい。魔女とカメレオンという番組もポッドキャストでもう4年かなやらせていただいてます。で、中おー、すごい。はなんかオカルトの話やら、うん。なんか哲学的な、でもうん全然中身のない話もしたりみたいななんかはい。わちゃわちゃした番組をやらせていただいてるんですけど、で、私自身は、合同会社ニワっていう会社を最近立ち上げまして、一応総合エンターテインメントの会社っていう感うん。じで、動画制作なり、音響で音制作、あとイベント、なんかエンタメに関わること大抵できますよっていう会社をちょっと今、埼玉で立ち上げてて、うん。で、今、庭スタジオっていう、うん。場所で世界に向けて発信するのとかをちょっと今後やっていきたいなっていうところでやってます。で、ポッドキャスト制作とか、あと YouTube とかを、なんかコンテンツ制作とかもやってたりするのが主ななりわいなんですけど、でその以外になんか福祉とアートを掛け合わせたイベントをなんかこう全国でやってたりとか、面白いこと何でもやりたいなっていう感じなんですよね。
で、魔女とカメレオンって番組の通り、カメレオンみたいな感じで、はいいろんなことをちょっとやっちゃうので、うんうんうん。ごめんなさい、ちょっと小ゲップがちょっと今、出ちゃった。控えて控えて。ごめんなさい。いや、ちょうどねカットしませんよ。うんガラナをちょっと今飲んだんですよ。ガラナねなぜかガラナ飲んじゃって、ちょっとすいません。なんだっけ、何の話してましたっけ、俺。カメレオン、カメそうレオン。カメレオンね。うんカメレオンって、なんか、本当肩書きが自分の中で、人によって変わるんですよね。なんか、この人にこういう伝え方がいいなと思って、全然その人によって肩書きが変わるのがちょっとあったんで、なんか、なんだか自分でもあんま自己認識をあえてしないみたいな生き方をしてるっていう人です。はい。うんうんいろんなことやってます。実は整体師が実は長かったりとか。うん。あとミュージシャンとしての。そうですね。ミュージシャンもやってたり、うん。やってたり、やってなかったり。まあね、ユミさんも上ちゃんも俺にできないことだらけできるので、本当いつも羨ましいと思って、そうそいう能れはよし力をも同じ。俺だって音楽作れないもん。音楽作れないし、服作れないもん。絵描けねえし。英語をそんなこと言ったら、ヨシさんができること俺全然できない。英語喋れねえし、コンテンツ、ホームページ作れないし、そんなみんなをこう楽しくさせることができない俺には。楽しくさせるっていうのは、上ちゃんは、俺よりも全然断然上ですね。本当に。上下とかじゃないですけど、うん。楽しませることにっていうか、楽しませるっていうか、上ちゃんは自分が楽しいっていうのがすごく伝わってくるので、楽しもうとしますね。そういう俺は楽しみで、周りの求心力っていうのがすごく俺は上ちゃんにはあるなと思って。もうなんかね、話してると、わ、この人いい人だわ、ずっとなんか話してたいって思う人なんですよ、上ちゃんって。それは俺もヨシさんに対して思ってますよ。ななんで、何褒め合い何そんな上ちゃんなんですけど、ちょっとヨシさんと、みんなが知りたい、リスナーさんが知りたいのは、ヨシさんと上ちゃんの関係ってどんな関係なのみたいな。そんな言えないっすよね、そんな。言えどうないやって知り合ったかとか知り言たい。言えないよ、そんな。どうやって知り合ったかとか知りたい。知り合ったのがね、知り合ったのはもう、あれだよね。7年前でしょ多分ね、あの座談会、墓場の座談会です。うん。座談会だ。うん俺、オープンキャンパスかなと思ったんですけど、オープンキャンパスって特勤マッシュがね、主催した、もう8年ぐらい前になりますからって。そうですね。うん。私、実はその特勤マッシュっていう、うん徳島でやってるポッドキャストの団体のスタッフもちょっとやらせていただいてて、うんで、そのイベントをいろんなことやってる中で、2018年とか17年とかですよ、多分。だから本当10年弱前ぐらいい。に、で、ヨシさんもね、特勤マッシュを当時聞いてて、はいで、その渋ちゃんって方と話したいっていう話が実はね、うんあって、そう。で、それで話せるイベントをやったんですよ、特勤マッシュ。その時来たんだけど、ヨシさんがわざわざね、当時仙台にまだ住んでる時で、で、東京でやったんですけど、わざわざ来たのに喋れなかったんですよね。そう、もそう全く何かこうんの、うん。忖度もなしに、最後、そうじゃんけんで、じゃあ最後誰そう俺も立ち上がってもうやりますっつって、うん。じゃんけんもろに負けて、うん。一切話せなかったっていうね。そうへで、それを、渋ちゃんもヨシさんのことをすごい、知ってて、ゴーゴーウェーブ会話ってもう当時から人気番組だったんで、うん話したかったけど話せなかったっていうので、で、その時は、その話せないで終わってたんですよね。で、じゃあ、なんか一緒にやろうって言って、2019年にオープンキャンパスって結構大きめのポッドキャストフェスみたいなのをやったんですよ、実は。もう一日中、そのね、もうスケジュールびっちりの授業形式の学校みたいな感じの、授業形式でいろんな番組に出てもらってやるっていうイベントや、結構ね、大変な大きいイベントで、そこにヨシさんにゲストで出てもらって。何十人ぐらい入ったんでしたっけ200人、そうですね。もう会場のキャパパンパンで。うん。で、午前から始まって、午後もまた第2部みたいなのをやったりとか、そうなんですよ。で、そこで多分、ちょっと仲良くなれたんですよね。そうなんですよね。座談会の時は、ただ単にスタッフの方かなって、お互いに多分そんな、その時は話してないです、多分、ほぼ。ないですよね。でも存在認識してた？まあもちろん、それは。俺はね。俺も認識はしてたけど、話したりはしなかったんで、オープンキャンパスの打ち合わせでちょっと話して、で、当日会ってまた話して、みたいな。で、そこから仲良くなって、みたいな
うーん。で、ちなみでも、にそのオープンキャンパスにも真帆さんもほぼゲスト状態で出おー。てたんですよ、その時にね。はい。ええ。そう。で、そこからなぜか一緒にバイオハザードの ああ、VR 言っを体験た。しに行ったりとか、2回あ、行きましたね。そうなの、2回行ったんですよ。うん。そっからなぜかなんか真帆さんええ。含めて遊んでうん。仲良くなったのが結構きっかけかもしれない。そこら辺から仲良くなった感うじですね。そうでーん。すね。思いっきりなんか、うん。あんまりそんなに話はしてたけども、そうやって遊びにうん。行くようになったのは、うん。う俺、あの時っーん。て、もう旅してました？そのオープンキャンパスの後ぐらいじゃないか。あ、うあ、ん。やってた、やってた。9月から行ったら。うん。やってた、やってた。オープンキャンパスの時にわざわざ、そう確かね、あだそうだ。の時は岡あ、山空港にうん。まとああ。めて、うんうん。そう飛行機でだそうだ。東京まで行ったので、うんうんうん。そうだ、あ、ええ。わかった、そうだそうだ。仲良くなったきっかけはね、その前うん。のうん。オープンキャンパスのイベントをやる前に、スタッうん。フルームだったかなんだか、そんな、あ、ホテル、そうだ。うんうんうん。うちに来たんじゃなかったですか。そう、そうだそうだ。うちに行って、うん。あれは、あれ、やべ、名前忘れちゃった。つるっぱげの、おっさん。ピックさん。ピックさん、ピックボーイさんね。はい。ピックボーイさんね。ピックボはい。ーイさんも、あの辺りから、そのみんなで鍋をつつきながら収録したんですよね。そうそうそう、そうです。うち当時板橋に住んでて、そのうん。時にわざわざ来てもらって、うちでそのスタッフ、そのオープンキャンパスの事前番組みたいなうん。うん。うん。のをちょっとやってて、その子にゲストで来てうん。もらって、そうだそうだ、それで結構ね、仲良くなったんだ。そうのあたりでしっかりとーん。話するようになって仲良くなったよううん。な気がするそうだな。そうだ。うそうですね。うん。ーん。そう、出会いはそんな感じ。なんか、よっうん。さんが沖縄引っ越したぐらいに、うん。まほちゃんだって、まほさんと上ちゃん合体してまほちゃんになった。まほさんと、まほさんと真帆さんと上ちゃ上ちゃん、んは合体しないけどね。名前が合体したの。それ、名前がね、話に。二人が、あれ、沖縄行ってない？言ってるんですああ、よ。そねそう。そうなんです。これ実は、ドッキンマッシュがね、一回ね、休止う。うん。した時期があるんですよ。いろうん。え。うんうんいろちょっと整えようっていう時期が、半年ぐらい休止してた時期があっうん。て、うーん。その時に、まあ合宿しようぜ、みたいな。で、俺うん。もその時、うん仕事辞めてたんで、なんうんか暇だっうんたんですよ。うん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 で、一週間、ヨうんうん。シさんのうん。とこに行ってね、ちょっと、瀬底島ってところに住んでうん、た時、離島だったんですけど、一軒家だったので、みんはい。なで。その時、よしさんさ、開放してたよね。リスナーさん泊まりに来ていいよとか言って。ああ、してました、してね。ました。そううん。そうそう。民泊みたいな。うん。うんうん。そうなんですよ。で、そこで、ゴーゴーエブ会話のエンディング曲をちょっと一緒に作ろうってあ、話になって、その場ああ、で実は、そこそうここでなんですよ。なんですよ。うで。あ、ん。そうなんだ。それ知そうならなかっんです。た。そうなんです。そこで、ヨシさんと俺今でも覚えてるんですけど、外のデッキベのとこに。ンチのとこで、そうそう、デッキのとこで、ヨシさんからこう話を聞きながら、こういうメロディーどうですかってその場でパソコンで打ち込んでったうのを覚えてますもん。ーん。あれっうん。て、梅ちゃうん。んって、前からメロディーのイメージあって、あそこに座ったのか、座ってて俺と話をして、そこでメロディーが浮かんだのか、どっちなんですか？話してて浮かびましたあ、ね。すげえな、おい。マジかよ。もう、うん。AI じゃん。本当に。褒めてんのかよくわかんない。いや、褒めてるでしょ、これは。どっち？うん。で、で、そこに、俺はね、うん。あの時俺も歌詞書いてましたっけか。歌詞はね、うん。その場で見せてうん。もらったんですよ。叩き台を。確かに確かに。ああ、じゃうん。あできてたんだ。それでね、すごうん。いのが、その歌詞を見て、うん俺ほとんどね、歌詞はね、作った歌詞をいじってないんですよ。うんううん。うそのん。歌詞を見た上ちゃんが、まあちょっとゴーゴーのね、エンディング曲聴いうんてうんもらえる機会があれば聞いて、あ、YouTube でも上げうん。うん。てます。フリーバーフリードっていう。バード。ね。うん。その歌詞を見て、メロディーつけて歌詞にぴったり合うの、そのお曲のお。テンポとか、そのペーうスとか。んうんうんうん、全部ね、その曲にちゃんと歌詞がピタ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 合っていくみたいな感じ。うん。うん。うんうんうん。これ才能だよねって思っちゃう。うん。うーん、それですごいね。思い出したのは、その松本人志さんが昔チキンライスっていう歌を作ったうん。うんですよ。ん。うん。歌詞ね。で、歌詞に書いてましたね。そう、牧原紀之さんが、それの作曲をしたんですけど、牧原くんも結局松本さんが作った歌詞をパッと渡したら、パッとイメージして、ほとんど歌詞いじらないで、そこにうん。曲つけちゃう。おお、同じすごい。だと思ってね、俺すっげえ感動してましたよ。すごい。うん、マジック。すごい人。
ら本当カメレオンですよ。そして整体師だっつうんだからわけわかんない。いや当時無職でしたけどね。そうあの時、あれですよね。上ちゃん、ちょっと心が1年間ぐらい休んだんそう、ですよ。1年休むって決めてた時だったんで、そう、いろいろ整えてる時期だったんですよ。ね、そうあの時いろんな辛いことがあって、仕事を休もうって言ってそう、そうそう。これからのこと全然わからないですって言っうん。た、あの時期があるからこそ今があるんだなって俺、いや、毎ほん回思ってる。とそう。ほんとそう。あの時期ユミさん超大事。ね、ユミさんも同じ経験してますそうもんね。ですよね。そう、私も1年はがっつり休んで、まあ、うんトータルで1年半ぐらいだったけど、でも、うん上ちゃんうん5年くらいあまり稼働してなかったって言ってませんでしたまあ、がっ魔女仮面。つり休んだのは1年で、うん。まあ、そっからその全構築ゼロから始めていったんで、うん構築して回り出すのにやっぱ5年ぐらいかかったなっていう感じだけど、まあ、1年休んでる間に基盤作って動いてた感じですね。そう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 。なるほど。うん。うん。トキマッシュの活動っていうのはだいぶじゃあそこの基盤の助けにはなってたってことですね。もちろんそうですね。うん。うん。うん。そっからやっぱこうエンタメに全振りしていきたいなっていう思いが結構あって、それが今では会社にできるぐらいになったなっていう状態にはなったな。これね、自分が楽しいことやりたい、エンタメで食っていきたい、楽しいことやりたいで会社作っちゃうって、みんながみんなできる作業ではないんですよ。所業ではないわけですよね。やっぱりそのイベント力とか企画力っていうのは、やっぱりね、そういうのがないと会社にはできないですから。だってお祭りの主催者側からなんていうの、その声かかるぐらいですもんね、今はね。そうですね。今年もその住み着いた町の夏祭りに参加させてもらって、2つの夏祭りに、1つはお好み焼き出店して、1つは1日音響やるんですけど、最後のエンディングで盆踊りやるんですけど、そこでなぜか盆踊りの曲を歌うっていう。あれ、去年参加してたやつですか？なんか演歌。そうそう、去年は自作のずっと夏休みっていう、夏休み、これからも人生ずっと夏休みだよっていう曲を自分で演歌作って歌って、その流れか、今年はその地元の盆踊り団体と太鼓団体を巻き込んで、生演奏で盆踊りやろうっていうので、なぜか私が歌うことになって。歌うんだ。いやー、やった。三味線弾きながら歌います。最高。うちの親父もね、俺が子供の頃にお祭り野郎だったので、毎年必ず櫓の上で太鼓をずっと叩いてるやつね。なんかそれちょっとかぶっちゃうと思って。素敵。楽しいことやりたいっていうその思いが会社にしてしまって形になってるってすげえな。でもなんか楽しいことって本当にお金にならないじゃないですか。ならない。お金にならないんですよ、本当に。やってることの本当8割お金になってないと思ってますね。でも楽しいからやってると、そのやってなかった8割が回り回ってなんか仕事になる感覚があって、しかもそのなんか徳を積むじゃないけど、なんか楽しいことでそうやって周りに影響を上げてると、結局なんか魔女カメでも話してましたよね。回って金銭面では別の方法で入ってくる。そうなんですよ。言ってますよね。そう、なんかだから本当に損して得取れって言葉じゃないんですけど、なんか勝手にお金くれる人が現れる感覚がちょっとあって、エンタメを楽しいことを人に楽しんでもらうことに全振りしてたら勝手に生かされるなっていうのが実感できたこの5、6年なんですよね。普通の人って普通の人というかね、あまり自分の楽しいことを全振りしてやるっていうのが、できないから、やっぱり見入りというのも、そんなに入ってこないんですよね、全振りしてないから。そうですね。だから成就できない可能性っていうのはあるなと思ってて、自分も英語勉強するときにもう仕事、やってた仕事全部やめて、英語の勉強だけに全振りしてたので、それとは違うかもしれないけど。でも同じです、多分そこの覚悟。覚悟か。変な話、だから死ぬ可能性もあるわけじゃないですか。働かないとか。ある。そう、ある。でも、なんかその可能性にかけられたというか、もう変な話だから、ある意味、独り身だったし、子供とかもいないかったっていう、その環境が逆になんかね、かけられたというか、どうせ、まあ一人だったら、なんかね、そこら辺に落ちてるもん食えば別に死なないだろうとか、そのぐらいの覚悟というか諦めというか、持ってたからこそそれできたなっていうのはちょっとありますね。俺ね、上ちゃん、そっち側の方面から今話してくれましたけど、俺の場合は全振りしたくて、
結婚はしてなかったですっていうことですね。ああ。それヨシさんよく言ってますよね。結婚する機会は、まあ、結構な数あったんですよ。うん。モテるよし。モテるよしかわかんないけど、その女性の方からね、うんプロポーズされてしまうという、ごめんなさいって、うん本当に、今考えたらね、そんな風に言わせて、しかも俺断ってるので、うん。自分のやりたいことの方が重要です、時代背景考えるとごめんなさいすごいっていうさ、うん最悪の人間だったのうん。で、で、今、自分のやりたいことで、うんなりわいになって、さあ結婚してみようかって言ったら、相手がいねえっていうね。うん。いやだから私はまだ全然わかんないよって言ってる。うん。わかんないですね。今更だぜ。シルベスター・スタローンを見ろって言ってあ、ますよ。そうなんですか。いや、最後のお子さん70代とかですよ。そうなんだ。仕込んだの。仕込んだのね。70代で成人するまで、やっぱり子供ができたら、うんやっぱり成人するまで見ておきたいじゃないですか。死にたくないじゃないですか。うん。なんかね、わかんないです俺、これネガティブな話じゃないですよ。死にたくないって思うマインド持ちたくないんですよ。あああ。いつでもいいよって言いでも言いたいね。いいぐらい、覚悟しながら俺生きてるので、うん。吉野のマインドだね。そうなの。これネガティブな話じゃなくてね。いや、そうですよね。いつも言ってる、それ。うん。ごめんなさいね、上ちゃんは、その5年前、瀬底島に泊まりに来てた時に、うん。いろんな構想があって、本当にカメレオン的にこうずっと動いてたと思うんですけど、うん。エンタメに振り切るっていうのは、あの当時は考えてたんですか？あ、でも、それで言うと、俺も10代の頃からやりたいことではあったんですよ。で、も、やっぱりこの勇気がなくて、できないっていうモヤモヤをずっと抱え続けてた感じですよね。35ぐらいまでは、やっぱそこに全振りできない自分がいましたよね、やっぱり。とはいえ、やっぱ教育とか親も真面目な人だったんで、やっぱちゃんと働かないと生きていけないよねっていう謎のなんか呪縛みたいなのがやっぱありましたよね。ちゃんと働かないと生きていけないのは呪縛じゃなくて、それ普通の話だから。ちょっと待って、そういう呪縛私全然なかったんだけど。そう、だからない人がいるんですよ。この世にはない人がいて。うちレアだから。うちどういうことどういうことゆみさん、呪縛がないってどういうことですかそれ？いや、普通に就職しろとか、ちゃんと稼げとか、全く言われたことがなくて、自由にしろって言われてたから。ゆみさん多分本当だからそういうタイプの人だと思ってて。マジでレア。ナチュラルアーティストだと俺は思ってるんですよね。父のおかげです。ゆみさん。そうそうそう。自由奔放な父のおかげです。そうそう。本当そう。で、そういう人に俺は憧れてたんですよ、ある意味。これやっちゃダメっていうのを一回も言われたことないですよ。うん。これダメ、あれダメが全くなくて、こうしなさい、ああしなさい、もう本当にゼロ。そうそうそう。でもう自由すぎる感じっていうか、咎めるものは本当に何もなかったです。だから就職、私しなかったフリーターだったんですけど、フリーターを選んだ人だったんですけど、それも一切家族には何にも言われてないです。一回も。それがにじみ出てる、ゆみさんのなんか考え方とかそういうのも含めて。だから共感できないこと多分いろいろあると思う。そう、だから一般的な感覚とはすごい違いますよね、ゆみさんの。そうで、プラス企業に勤めてた期間がほぼゼロなので、私兄弟3人いますけど、その2人とも多分共感し合えないところが、分かり合えないところは結構あると思います、社会生活の中で。実際自営業になっていろいろ会話をすると、やっぱりもう全然見てる世界が違うなっていうのは思います。同じ環境で育ってるんだけど、やっぱりそこから自分で構築したものが違いすぎるから、なんか全然違うんですよ。それは感じますね。すごい、だから憧れてる人でした。俺は由美さんみたいなタイプにずっと憧れてた。憧れて生きて、でも自分はできないって思い込んで、35ぐらいまで来て、でもできんじゃねって思い出したのがそっからなんですよね。そっから変われた。できんじゃねって思ったのって、そんな呪縛があったのに、できんじゃねって思ったきっかけって何ですか？だから、まあでも、休んだ時期が、まあいろんなことから離れた時期で、社会から離れたり、仕事を辞めたりもそうだし、よしさんも仲良かったんで、あれですけど、もともと私、バツイチなんですね。そこで離婚したんですよ。で、独り身になれたからこそ自由ができたなっていうのもちょっとあって、よしさんも仲良かったんで、その元奥さんとは。そういうのもあったんですけど、そういうのから、
言い方がちょっと悪いかもしれないけど、全部の責任を一回手放せたっていうのがすごくよくて、うだからん。一から実験ができたなっていう。うそう、何かが、ん。背負ってたりとか、どうしてもやっぱ、ね、結婚とかしてる段階だと、やっぱうん。こう、人のことを考えちゃうから、やっぱ、ね、うん。働かないととか思っちゃうけど、そういうのが全くなくなったかうらこそできたなん。っていうのはあって、でもそれぐらいのことがないと私はできなかったんですよね。ユミうさんみたいん。なのが。っうん。ていうのはありますね。うで一回ん。結婚してギュッてなって、そこで別れて、ドンと落ちた、まあ、落ちたかどうかわからないけども、うん、でう俺がん。見た、その上ちゃうん、んカップルは、うん。なんかお友達みたいな関係あ、性友達でしたね。別にですよね。関係性が悪くなって離婚したわけでもなういので、ん。そうそうそう。なので、まあ、お互いがちょっと自由になった方がいいよねっていうのもうん。あったんで、うん。そういう意味では、なんかすごく、なんかやりたいことがお互いできたのかなと思いますね。そういう意味うでは。離婚したこん。とによって。うん。お別れっていうのはね、あんまりこのうん。ポジティブなことではないですけども、うん。お互いの、それをきっかけに今の上ちゃんがあるんだったら、本当に良かったですね。あの大作会の時にお別れをしそうて。そうそうそう、本当にね。だからやりたいなってふつとやっぱ思ってるじゃないですか。やっぱ人間ってやりたういこととか。ん。でそれがずっうん。とある中で社会で生きてきて、いろんなことやっていくけど、そのモヤモヤが取れないんだったらやっぱやる時期っていうのはやっぱ出てくるのかなと思って。それがう変なん。し、もういろんなものがなくなったのをある意味きっかけにできたなっていうのはありまうすよね。うん。全振りでん。きたっていう。やっぱりなかなか俺とかね、うん。上ちゃんとか由美さんみたいに生きるのって難しいですね、そう考えるとね。やっまあぱりどうしても結婚してね、うん。やっぱりそう家庭守そうそらなきゃいけないってなると仕事う。うん。辞めるわけにもいかないうん。しとか。なかなかむずいとうん思いますよね。それはね、その幸せがね、そういう幸せっていうのが、うん。やっぱり、大切なものなので、誰かのと一緒に生きていくってういうのもね。そん。う。ほんとまあ、そうっすよ。俺はその選択はできなかったな。で、これわかんないですよ。だからスタローンになるかもしれない。スタロン、スタロン、スタロン。スタロン。奥さん募集します。じゃあいやいや、もう自然になるから、その募集しなくたって。でもさ、自然に起そんなこる。こと言ったってさ、あれだって俺来月沖縄出て、住所不定無職になるんだぜ、俺。いや、ああ。そういうのが合う人がどっかから出てくる。そんな人いるかよ。そんな、距離感を保ちた住い。い住所不定のよしさんが好き。何それ。や、相手もそうかもしれないよ。あ、なるほどね。フライボー的なさ。うん。俺、次買うそのハイエースは、実は2うん。段ベッドなんですよ。うん、うんだから、生活できるかもしれないね、じゃあ一緒に。いや、別に一緒に生活しなくてもいいんじゃあ、それはないの？違うんだ。それは違うん。うんだね。いろんな形がありますから。いろんな形がありますから、確かに。うん。上ちゃん、うん。俺、沖縄出るんです。来月ぐらい。聞きましたよ。ちょっうん。と車もね、見させてもらって最はい。高ですね。あれ、最うん。高だわ、あのハイエース。最高。マジで。もう大丈夫。家が動くそう。で、感じですね。ほら、夏場のやっうん。ぱり死んじゃうので、もう、うん。まさにうん。今日なんですけど、うん。ちょっと値段言っちゃうよ、俺、本当に。大容量の上ちゃんわかるかな？ 3000 ワットうん。アワーってうん。いうぐはい。らいの大きさの、電気。うん。そう、ポータブル電源、蓄電池。うん。電池買いました。うん。あとは、ポータブルエアコンディショナー。うん。本格的なやつです。ダクトを外に室外機みはいはいはい。たいにしてちゃんと冷うん。やすやつ。うんはいはい。あれなんて多分死んじゃうなと思って、まあ、背に腹は変えられないと思って、合計で全部30万ぐらいになっちゃったんですけど、はい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 。いや、でも大事であすね。生活するうんには。うそん。うんう。上ちゃん、上ちゃん家行ったら、うん。俺ん家うん。泊まればいいんですよ。二段ベッドあるから。いやうちで寝れる家あんし。のに今何言ってうんのと思ってん。逆じゃねみたいな。うん。マ上ちゃん家シ行ってんのに車中泊しようってことでしょ？そういううん。こと、そういうこと。あ、じゃあ、外に部屋があるみたいな。よしさん逆、うち来たらトイレぐらい使っていいですよ。ありがとうございます。うん。いや、上ちゃんうん。家行ったら、そのヨシの車が上うん。ちゃん家の離れみたいな。そう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 、そういうこと、そうそうそそういうこと。う。うん。いいと思う。どういうことよ。じゃあ、お世話になりましたって、帰っうん。たら庭のうん。端っこの方にうん。いっぱいうんちがあってね。やめて、もうあやれだろ、めて、ここでやってもうやがったな、つってね。話犬題になりそう。みたいじゃん、なんか。縄張りとしてそうしといてたから。上ちゃんの家は俺はマーキングしたっつってね。そうそう、やめて。だからやっぱりそれもね、まあ本当、まあ母親もね、ちょっと亡くなったっていうのもあって、うん。でうん。まあその自由っていうのはあるから、うん。好きなことやろうと思って。
なんか、これだね、なんかどっかのウェブサイト見てたら、人が死ぬときに一番後悔することっていうのは、冒険をしなかったなっていうことらしいんああ、だよ。なんかよく聞く、それ。いや、本もっと、当そうだと。もっといろんなことやればよかったっていう、そうういうのが後悔のん。一位らしいので、うん。まあ、俺ら3人は大丈夫じゃないですかね、そこは。ね。やっとまきゃよだまだ、かった。うん。まだまだ。まだまだ俺結構ね、まだまだ。このノマド生活スタートしたら、まあ、本当に50代男性、まあ60代のやつにしようかな。60代男性、変死体でキャンピングカーハイエースで見つかるっていうのが、最終的な目標ですからね。こいずっつ好きな、いと前からそれ言ってる。や、本当だもんだって、好きなことして生きてたんだねってなるじゃなういですか。ん。うん。あんまね、迷惑かかんないしね、人にね。わかんない。そううん。車廃車にすればいいだけだから。そう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 。うん。ねいや、でも、いや、一生車で生活する気はないですからね。どっかで、あ、そういや、なんですか。ヨシさん、それ言ってるけど、でも可能性あるよねって言ったら確かにあり得るって言うじゃん、うん。最近。あり得るっていうの最近、そうやって言ってるけど、本当にうん。そうなるかもしんないよって言ううん。と、うん。確かにそうかもって最近言うじゃん。そうでしょ？うん。だから、あり得るよ。満足じゃないそれって。うん。まあでも、俺、今ね、やりたいことっていうのは、前の旅では、リスナーさんにいっぱい会って飲みう会をしようと思って、ーん。で、うん。全国一周しようと思ったらコロナで沖縄に泊まってしまったんうん。ですけど、今回はそれプラス、うん。これね、今ちょっと学生さんにも英語を教えてて、中学校2年生の女の子とかね。で、学校の勉強苦手です、英語好きじゃないですって言ってたんですけど、じゃあ、そうかうん。そうかって言って、うちのやり方をすると、ものすごく優秀であるってことがバレるんですよ。すぐできるようになるの、英語。うーっていうことは、ん。全国にそういう子たちってうん。もちろん大人も含めてね、ううん。英語ん。やると上手くなるっていう人、すごいいっぱいいるんですよ。教うん。え方が悪いんだっていうのはものすごうん。く気づいたわけ。いや。うん。うん。で、なので、いっぱいその学習に関わる人たちといっぱい話したい。で、今のう現状、ん。学校の現状がどうなってんのかって分かった上で、そこから俺に何ができるんだろうっていうのをうん。模索していけれる旅だったらいいなと思ってるんうですよね。うん。ん。いいっすね。それは、そのためにはね、なるほどイングリッシュ、これも上ちゃんだよ。なるほどうん。イングリッシュってね、コンテンツを作ったんですけど、うん。そこのビデオは上うん。ちゃんカメラマンですから。そうなんでうん。すよ。実は。あーすごくいいの実はね。撮ってくれてね、コラボしてる。コラボしてる。グもう2年、リーンバックでね、撮りそうそうましたよね。そうそう。撮いろいろったで、ヨシさんの癖を俺は撮影しながら発見して、ヨシさん終わった後に、こう喋り終わった後にヨシさんって一回膝曲げるんですよ。あ、やる、やる、やで、る、わかるでしょわかるでしょやる。俺も撮影しながらそれが面白くて、ヨシそうさんこの膝曲げんのいいですねって言って、で、そしたら、ヨシさんがこう、それにこう、なんか気持ちよくなったんですよね。その後、この変顔も入れるようになっちゃって、コンテンツの最後にね、どんどんそういう小技入れていってね、そういうのね、しかも、うん、そうそうそう。うん。しかもね、それを編集してくれた人も、ゴーゴーのリスナーさんだったの。そうそううそうそうそう。ん。なので、英語を知ってる、うん、編集もすごく上手い人だったので、うん。うん。全部小技入れたの全然カットしてないですよね、あれね、あの人ね。よくわかってる。でね、一つね、上ちゃん登場してるんですよ。咳をするっていう。ああ、おはばって咳しちゃったんですけど、それもちゃんとネタにして入れてますから、いはい。はい上ちゃん、はいはい。ね、ありがあそうとうございます。うん。そういいコンテンツになったなと思っね、て。すごく、ね、めちゃめちゃ面白かった、あれは。うで、あん。の辺のね、コンテンツも使いながら、どうやって日本の学習方法、教科書とかは変えられないですよ。そんなシステム変えられるほど、大それたことできないので、ううん。ただ、ん。先生の教え方変えれるじゃんっていうのはちょっとうん。思ってるんですよね。それうん。本当にそうですね。可能かどうかとか、そういううん。旅になったら俺はね、それでいろいろ成就できたら、本当に車の中で変死体でいい、マジで。うん。本言ったかね、変俺。死体ってなんかうん。言い方。言い方ね。あうん。のーうーん、車の中で果てる。果てるはちょっと違うか。だって、果てうん。る違うね。わかんだかないけど。らね、やっぱり俺のこのモチベーションのところには、ユミうん。さんだったり、俺も、上ちゃんかな、やっぱり。ユミさんもモチベーションの俺のモチベーションになってますけど、上ちゃんの存在はね、俺のモチベーション、ほとんど上ちゃんからもらってるって思ってえ、るんですよ。そうなのなんで すごい。なんでいや好きなことやってんじゃん。好きなことやってて、ほら、お祭りで企画して、なんか、うん。鳩の被り物被って、コンビニ行ってうん。
ノートで間違われるからやめた方がいいよとか思いながらも、やりそうだなとか、そういう楽しいことやって、しかも周りを巻き込みながら、周りが、今度は上ちゃんにオファーをするっていう状況になってるんですよ。それって俺が望むものなんですよ。俺好きなことやって全国回ってて、ね、学校の方とかからオファーをもらって、自分が教えに行ったりとか、例えば先生に俺の教え方を、享受できれば、日本の学校システムじゃないや、学校教育変わっていくかなって、そういう、で、将来的にもそれがどんどん大きくなっていってっていうのを、目指す道筋っていうのが、上ちゃんと一緒なんですよ。あとはね、やっぱり、常井さんかな。常井さんも彼女も一人でずっとやって、いろんな仕事で忙しいのに自分の音楽、楽曲をアルバム作って定期的に出してるんですね。出さなくても生活は潤っているのにもかかわらず。やっぱりその自分のやりたいことをちゃんと生み出していくっていうのは、上ちゃんとか由美さんとか常江さんとか、やっぱりね、すっげえモチベーションになってます、自分の。そういった意味で私は結構違いますね。なんか、お二人は人を喜ばせるっていう立場だから、ちょっとそこが私はちょっと違うので、羨ましい。由美さんもでしょ？由美さんも人を喜ばせてる。いや、なんか自己表現としてものづくりしてるっていう面が大きいから、なんか人を喜ばせるためにっていうのがちょっとやっぱ違うんですよね。なんかそういう点でいつもヨシさんと話してると、やっぱりなんか人のために自分の才能を使ってる人だなみたいなのは思えるんですけど、私はなんかやっぱ自己表現したものをなんかみんなに見てみんな見てよみたいなのが強いから、なんかその自分の才能を人を喜ばせることに使うっていうのとあんまりこう一致しなくて、いつもそこでなんか苦しんじゃう。なんかどうしたらそこに行けるのかなみたいな。いや、ほんとね、俺そうなんです。だから俺おしゃれルギめっちゃ聞いてんですよ。すごいファンなんですけど、で、俺もうほんとね、人をね、分析する癖があって、もう、ユミさんとヨシさんめっちゃ分析してるんですよ、俺。で、これちょっとすげえ話したいんですけど、その前に俺とユミさんとのなんかその関わりとかも話しといた方がいいかなと思ってて。いつ言おうかなと思って。そうなんですよ。これ先に話しといた方がいいかなと思ってて。本題に入る前に。そう。そこを話したかった。そうなんですよね。私、2年前の4月に、カナダのバンクーバーっていう場所で開催されたイベントというか、ファッションウィークに参加したんですよ。で、そこで、ファッションショーやったんですけども、その時、私のファッションショーで、流す音楽っていうか、ファッションショー用の音楽、それを上ちゃんに作ってもらったんです。で、その間をつないでくれたのがヨシさんだった。そうなんです。そう。もともとね、魔女カメ聞いてくれてたんですよね。魔女とカメレオン。私は、ヨシさんから教えてもらってずっと聞いてました。そうですよね。で、先に多分真帆さんの占い受けに行ってますよね。占い受けたのいつだったかな。上ちゃんと知り合う前ぐらいに行ってるかも。そうですよね。そう。それ先にだから真帆さんから聞いてて、で、おしゃれアレルギーは俺最初から、ヨシさんが始めるよっていう時から聞いてるんで、ヨシさんですかっていう話をしてたの覚えてるんで。そう。それで、ヨシさんが音楽、私がなんか、上ちゃんとかで作ってもらえたらすごいな、みたいなことをなんか多分話してて、で、そしたらヨシさんが、全然そんなの多分実現するよ、みたいな。全然間つなぐよ、みたいな。上ちゃん次第だけど、みたいな感じで言ってくれて。俺が言えば上ちゃん動くぜ、みたいなこと。そういう言い方じゃなかった。上ちゃん次第だけど多分やりたいって言うと思うよ、みたいな感じで。で、一回ちょっと3人で、話そっか、みたいな感じで、まあ今日みたいな感じで、ズーム、つないで、話してみたいな。そう。それで、やろうか、みたいなことに。いい仕事したでしょ、上ちゃん。それで、おもろかったな、あれ。言うまで来てくれて。そう。いろいろ仕事の絡みがあったとはいえ。そう。私、だからちょうど姉がね、名古屋にいて、で、名古屋でエステを3店舗ぐらいやってるんですよ。で、そこの撮影があったんですよ、実は。でそれもあって、岐阜近かったんで、行けたんですよね。そう。それで、来てくれて、これなんかテレビで見たことあるやつみたいな特殊なモサモサのやつ。
なんか、マイクとかのね、マイマイクとか、クマイクとか、いろいろ持もさもってきて、さのやつ、マイク。まさまさのやつとかそうそうそう、いろい持ろマイってきクとか持って、てって、で、何したかっていうと、その音楽のうん。音の素材をいっぱい取ったんですよ。そうそうそう。そ私のリクエストが結構そういう感じだった。なう。うんか、ん。音楽じゃないみたいな音を集めていって作った音うん。楽みたいな。そうなんですよ。そういうのが作りたいなと思ってて、ハサミで布切る音とか、そうそうそうそそう、あと、トントントンってなんかやる音とか、ジッパーの音とう。ジッパーか、の音とか、あと布を触る音とか、そうそそう、あとは近所のスーパーにちょっと行ってみたりとう、か。そう、スーパーの人ね。関係ねえじゃん。どういうこと？人いや、の声とか取れるかあ、ら、そういうこそとね。う、だし、編うん、集されてない自然なうんうんうんものうん。が取れるから、あとやっぱ海外に行くっていうのなんか、フロム岐阜感みたいなのを、なんかその、確かに。ちょっとありました、俺の中で。うん。確かに。人の声やっぱり入ると、一気に曲が有機的になるんうで、なんかそれも含めて取りにーん。行って、そそう、その辺をいろいろ素材を取っう、うん、てもらって、うん、うん。それで持ち帰って作ってもらったんですね、ね、けど、ゆみさん、せっかく上ちゃんゲスうん、トに出てて、うん、その音源って、上ちゃん流しうん。この番うん。組とか。流し何々てないですよね。あ、流してないです。音源を流したことあるかっていう話ですよね。ないですよね。よしと、ファッションショー見ながらレビあ、ューするみたいな回やっのてたやってた。時には流うん。したけど、曲全体うん。よりはちょっと短かったかもしれない。でどうなんですか？確かにね。曲だけで聴いてもやっぱりイメージつくけど、やっぱりあれは映像と一緒じゃないとダメなんですかね、ゆめちゃん。うん、まあでもだからファッションショー用に作ってるんで、曲だうん。けでそう聴くってそうそうそう。曲ではないとは思うんですよね。そっか、そっか。うん。いや、なんかね、どんだけいい仕事したかね、もう皆さんにも聞いてもらいたいんですよ、俺は、本そう、あ当に。れね、結構すごくて、うん。私、ですね、私がファッションショーやる前日に、下見に行ったんですよ。そのイうん。ベントもう始まってたから。もう現地でね。現うん。地に、うん。下見に行って、うん。で、ステージとかの様子とか見に行って、で、それを、レコードっていうか、うん。録画したやつを上ちゃんに見して、うん。で、微調整してもらったんですよね、そこから音楽の。そうですね。うん。そう。歩くスピードとかに合わせてこんうん。な感じにしたいっていうの、なんかもうどういうふううん。に私が希望を出したか覚えてないですけど、それで作って編集もう一回採集してもらって、うん。で、すごいこれ、説明でわかるかわかんないですけど、音全部ぴったりで、そのうん。モデルさいや、ん奇跡的なね。うとん。12体私発表したんですけど、うん。そのモデルさんが歩いてくるごとに音色がちょっとずつ変わっていくんですけど、そのうん。変化もぴったりで、うん。で、音ぴったりになるかわかんないんだけど、フィうん。ナーレでモデルの子うん。たち全員と一緒に歩いていくときに、こんな感じの音楽にしたいっていううん。変調もつけてあったんですけど、それもうん。びっくりするぐらいぴったりで、うん。で、最後終わるのもぴっうん。たりだった。ね、すごいですよあれマね。ジですごく。結果映像を見たときになんかすごって鳥肌立ちました。思ってたよりぴったりで。そう、しかも、あそれ、ステージの、舞う。う台監ん。督さんにうん。結構怒られたんですよ。うん。音楽これ足りないわとか、うん。うん。なんかモデルをこう歩かせろとかめっちゃ言われたんですけど、私うん。こうがいいからこうしたいですって言って、うん。うん。もうマイウェイっていうか、私うん。のやり方でやらせてもらうみはい。たいな感じで、うん。で、モデルさんに、まあ、リハ1回しかできなかったんですけど、うん。リハの時と比べて、もうちょっとゆっくり歩いてみたいな感じで指うん。示して、やったうん。結果でもマジでうん。ぴったりだったから、うん。いや、やったーみたいな。すごいですね。これYouTube に多分その、あれあうん。りますよね。バンクーバーのある。ファッションショーのやうん。つあるんで、あるある。それ多分ね、うん。概要欄とかに貼っというん。ていただけると多分、貼ります。うん、これすごいよかった。面白くて、これ、本当でもできたの3日前とかですよね。3日前っていうか、あ、本当に直前。う直ん。前で、その制作する服もやっぱできるのがもうギリギリだっそう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 、ギリギリたし、だったから、うん。そうそうそそうそうう。そで、私もだから本当、ユミさんがバンクーバーに着いてからちゃんと制作できたぐらいでしたもう。んね。そうそう、そんな感そう。じで。そう、マジでそうそうそ超ギリギリ。でもそれ、なんかでも、お互い言わなかったけど、そうなるだろうなっていうか、そうじゃないといいもんでう。きなそうそういなっていう感そうそう。覚なんかありましそう。たよね、お互いね。ありました、ありました。そう、これ多分現地見ないと絶対わからんし、服もできてそみないとわかんないし、誰が着るかとか、そういう。ううのもなんとなくん。想像できてないとできないだろうなって思ってたから、そう。
そうなんですよね。なんかモデルさんとうん。かも本当にギリギリでどんどん決まっていく感じうん。だった。私も思いつく順に作ってたうん。ので、うん。本当になんか今日こんだけ進んでみたいうん。な感じうん。でやってたから、うん。最後の一着ができたのも出発する数時間前だったし、うん。うん。すごいですよ、マジで。そう。で、なんすごいか、上ちゃタイんム感で。が見ながらうん。作りたいのはもう当たりうん。前だよなって思ってたかうん。ら、うん。もうあとはもう判断は上ちゃんに任せたみたいなうん。感じ。そう。もう、でもなんかお互い言葉にはしなかったけど、なんかできる感じありああ、ますそうそう、絶対よね。それはそ大丈夫っていうもう自信があってのう。うん。前提で進めてるから、うん。もうそヨシさんこはがすごい信頼できない。ヒヤヒヤしてましたよね。その、あ、大大丈夫。丈夫なのみたいな。そう、そう、すごい。これね、手動かして作るタイプのじゃない人はうん。みんな言うんですよ。ギリギそうですリやな、よね。みたいな。そうそうそうそ何それみたいな、すう。っうん。ごい言われる。うん。うん。でも最終的にできるの現場見てからじゃないとできないっていう感覚がすごいあったから。そうそうそう。だし、なんか、うん。自分の、こう、ペーうん。スっていうか、うん。なんだろう、作ること、なんていうのかな、うん。パッて浮かんだら、もううん。形に頭の中になってるから、それを、うん。その、ものにしていうん。くだけだから、まあ、うん。待ってよって感じなんですよ、こうん。っちは。うん。うん。うん。だから、それは多分、万人に理解できるうん。感覚じゃないとは思うんだけど、うん。多分、なんか作ってる人はみんな同じ思ってると思う。もう、こそうこにですよね。あるから、それ今うん。もう具現化するだけだから待ってみたいな感そう。じ。手が追これ、いついてるんだ。そう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 。これうん。多分制作秘話なんですけど、俺もう、多分いつでも作れるように、うん。実はその取った音を、例えばハうん。サミの音とかうを、ん。その音だけを、この鍵盤、ピアノの鍵盤みうん、たいなのあうん、るじゃないですか。うん。それの、ここに、ここを押すとハサミの音、ここを押すとミシンの音みたいな、全部鍵おー。盤に一回割り当てた状態で待ってすたんですよ。ごい。で、あれほぼほぼ、私実は手で押してるんですよ。あ、だろうなと思ってた。そう。だから、リズムが、要は、時間軸、ファッションショーの時間軸と歩くうん。幅とかによって、計算すれば、パソコン上で作れるんですけど、なんうん、うか、もっん、とユミさんのやつって、なんか有機的な、なんて言うんだろう、うん。無機質な、うん、うん、パソコンうん、でただ並べただけの音じゃないなっていう感覚があって、うん。指でうん、押したかったんですよね。要うん、はもううん、タイミングとか人間っぽい感じでやりたくて、うそれで作っていっん。てうん、うん、やってったんですけど、最初はちょっとリズミカルなんですけど、途中うん。からうん、どんどんなんかうん。うん、深いとこに行く感じがあるんですよ。曲聴いてもらうとわかると思うんうですけど、全然曲調がん。変わるんですよ、途中。うん、うん、うん。変わるなんか変わる。うん。夢の幻想みたいなうん、うん、状態になるんですけど、うん、うん。うん、俺それ最初入れるつもりなかったんですけど、ユミさんうん、のなんうん。かうん、おしゃれアレルギー聞いてて、なんかユミさんすらも気づいてない闇みたいなのを俺はなんとなく分析闇あるよ。そあるある。う。それがあるある。すっごい出てきちゃって、それが曲の中になんか入ってきちゃったんですよ。なんか途中でなんかリズムあ、どんどんななくなってるほどて、ね。それから聞いてみてもらうとわかるんですけど、多分、聞くとちょっとわかるかもしれない。ユミさんって確かにこうーういう感じかもみたいなのが多分ん。音でそれが自分の中で出てきちゃって、それを入れうんうん込んで、で、うんうん。最後回復したのが、要は最後のフィナーレでみんなが歩くところがう今のユん。ミさんなんですよ、俺の中で。お実は、そういうストーリーが実ー。はあって、あの曲。すごい、すごめんなさい。ごい。感覚的な話をすごいしてるんですけど、多すご分それい。がマッチしたんだろうなっていうのはそこがあったからかなとかちょっとあ思ってて、なるそう。ほど。なんか面白いですよね、こすごい話ういう。になってきた。そう、なん面白い。かこれすごいわけわかんない話してるんいですけど。やいやいや、こんなに生き生きとしたユミさん、2年間このポッドキャストやって気づいたよ。ちょっと待って、待って、それ何それ。いや、やっぱりほら、俺感覚人間じゃないから、上ちゃんが言ってた、ユミさんの闇が出て、最後、今のユミさんになったっていうのは、基本音楽俺聞いても多分理解できないんですよ。でも多分ユミさんはわかるんでしょうね。いやいや、もうもう、今分かったから。あ、そう。いや、でもそれを聞いてもね、俺多分わかんないはずなんですよ。俺そこのね、理解が、ユミさんに対して感覚の理解がね、できないので、ユミさんいつも、ああ、残念みたいないやいや、顔。そんな顔してない。ちょっと分かってって頑張ってるだけだよ。いや、今回のこの話は面白いわ。いやでもね、俺、本当に。そのヨシさんとユミさんを見るのが好きでこれ聞いあ、てんの。でも、まあ確かに。デコボコしてますもんね、でもね。もうね、マジで、俺が、おしゃれアレルギーで好きなとこ言うと、ユミさんがわーって思ってること吐き出して、ヨシさんが、あ、こういうことでこういうことねってうん、言うんですうん、けど、うん。ユミさんは、
うーんってちょっと違うみたいな。ちょっと違うんだよなーっていう間が一番好きなの。確かになんて説明したら伝わるかなみたいな言葉を探してそう。で、ヨシさんが最後、いじけるまでが一番好き。俺の中で、ってなっても、俺はなんかうまいこと言ったぜ感がすごいですね、でかい。毎回俺うまいこと言ってんなって、すげえ思ってますね。でも、ユミさんはなんか違うけど、ここは、どう肯定しようかな、とか考えてんだろうな。そう。俺もう、マジで俺今初めて分かった。俺うまいこと言ってなかったんだじゃん。だってさ、違うんですよ、みたいな、そうじゃなくてとか言えないじゃないですか、そう。それが全部、ユミさんの、に含まれてて。そうだったのか。俺今初めて分かった。でもそれを見るのが大好きなの、俺。ヨシさんのね、ヨシさんの小ボケを拾えてないユミさんもすごい好きだし。結構無視してるよね。編集してる時にたまに気づく。そう。で、多くの中でもエイブに小ボケをこうスルーされてるので、っていうことは俺の問題だなって思います。だからもうヨシさん、言い間違いとかも超面白いんですよ、マジで。この前、肩身が狭いを、肩幅が狭い思いしてるとか、超笑って。しかも、私、それにすごっちゃって、しばらく話せてないのに、ヨシが普通に話し始めるから、私はめちゃくちゃ冷静になろうと思って頑張って。そう。その面白さをヨシさんが分かってないの、その面白さ。俺はほら、うまくいったぜぐらいの、俺そんな、ちなみにさ、その肩幅狭いは、未だに何回も思い出して一人で笑ってるから。肩身が狭い思いっていうの、肩幅が狭い思いってすっげえ面白い。しかもさ、イメージが浮かんじゃうのね。そう、本当に肩幅狭くなってるのを想像しちゃってて。そう、イメージが出ちゃう。みたいな。あと、楽しそうだな、今日。いや、本当だもん。これね、ユビさんも気づいてない面白いのがあって、親分子分って言いたかったヨシさんが、親分子や分って言ってて。面白いな、俺。俺面白いな。親分子や分って。それ多分私が言葉知らないから反応してないんだけど。もうこっちはね、もう勝手にそこに気づいちゃって、一人で楽しんで。肩幅についてもね、言い訳できますよ。何ですか？ね、俺よく、今、ルッキズム的な感じで言われなくなっちゃいましたけど、顔がでかいという、ちょっと普通の人より顔がこう、脳みそいっぱい入ってるから、顔がでかいっていうふうに言われるときに、必ず言うのが、いや、俺顔がでかいんじゃなくて、肩幅狭いんですよって言うんですよ。急に二人とも。そこはあんまり面白くない。変な言い訳だった。そうなのか。いいですね、ヨシさん。ヨシさん大好き。俺、上ちゃん大好きだからね。いや、でもね、もう一個ちょっと、ユミさんの話があって、なんか一回、俺、岐阜で仕事があったんですよ。覚えてます？岐阜で、なんかね、その舞台の撮影があったんですよ。水時っていうカフェにランチしに行った日？あれが奇跡的で、だからユミさんちょっと岐阜行くからランチしませんって誘って、で、なんかいいとこないですかって話して、ユミさんが提示したランチの場所が、俺が撮影しに行く場所だったんですよ。すげえ。30秒ぐらいの場所。同じビル。信じられない、マジで。何それっていう。俺、岐阜に仕事で行くの初めてだったんですよ。で、それでその場所をユミさんが指定してくるって、奇跡的じゃないみたいな。なんか私も、なんか場所、なんだっけな、どこまで場所聞いたかわかんないけど、いや、行ってないですよ、俺。岐阜としか行ってない。だよね。そう。で、そこに行くってなると、駐車場に入れなきゃいけないっていうのが、岐阜の民としては、駐車場があるお店前提で動くわけだから、なんで自分がそこを提案するのかわかんないですよ。駐車場ありき、止めなきゃいけない場所だったから、なんでそこ私が進めたのかもわかんないですけど、そう、上ちゃんが撮影しに行く場所の徒歩30秒ぐらいの場所。そう、あれってなって。
そうそう。偶そ然やばいみたう。いな。偶然やばいっすよね。なんかそういうの起こりますよね。なんか不そう思議な。そうそうそう。うん。あれすごかった。あれびっくりした。今、怖っ。その上ちゃんがいろいろそのイベントとかなんとか、いろいうん。ろなことでこう5年ぐらいかけて、今の地位とうん。いうかね、ステータスをうん。作り上げてきましたけど、うん。あの、これありましたかね、うまくいくときって、なんかうん。物事がスルスルスルっていっちゃうっていう、ほんあります。とそれ。ほんとそれ。ああ。マジで。意味わかんない。やっぱりうーか。未だん。にわかんやっぱり。ないけど、そればうん。っかりなんですよ。マジで。ええ。うん。いや、俺もそうなんですよ。やっぱりうまくいくうん。ときって、物事がうん。もう怖いくらいにうまくうん。進むし、そうーん。なんだろうね。やっぱりう。うそのん。辺はやっぱり真帆さんのその、うん。ね、感覚的なうん。お話聞いてると、あ、そうかって思うんですけど、うー運命論ん。なんですか、これは。うー運命論っていうか、なんん。か、俺、これちょっと一回解釈できたことがあって、はいはいはい。なんか、まあ、俺の言い方なんで、うん。あれなんですけど、なんて言うんだろう。世界とつながってる感覚うんってうんうんいうのがあって、これああ。なんでその偶然とかが起こるかっていうのをなんか分うん析していった結果、うんなんか主語が自分じゃない。要は、自う分のためにん。何かしてるだと多分これって偶然とかいいことって起こんないと思ってるんですよ。だうけど、ん。主語を世界にしてるな。後で気づいたんですけど、俺、主語を世界にしてからこういう運がいいことが続いてるなって思ったんですね。で、うなんでそうするかというと、ん。世の中にとってこうした方がいいよなっていう基準で自分が動いうてると、ん。世の中の大きな流れみたいなのに勝手に乗っかるんですね。うで、そうすん。ると多分そこには自分にとって必要なものが用意されてて、そうれが勝手に来る。ごめん、ん。すっごいスピリチュアルな言い方しちゃいやいや、ってるけど、いや、でこれスピリチュアルじゃも、ないと思う。うん。これね、う自分のん。中で理いや、なんか、屈だなっスピて思っちゃった。リチュアルじゃない気がする、それ。なんか、うん。物理法則っていうか、なんそう、か、物理法則なの、なんか。絶対あると思そう。で、言葉にすごくしづらいんだけど、その歯車みたいなのがあって、そこに乗っかるのが主語を世界にすることだなって思ったんう。うですよ。ー自分のたん。めに何かするんじゃなくて、世界にとってこれ必要だから自分がそこに入るっていうやり方すると、そのうん。歯車に乗れて、その歯車って一回転してくると、自分にとっていいものがちゃんと返ってくるみたいなうん。法則みたいなのが世界にあるんだなってことに気づいちゃって、去年。うん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 。それをただやっその、てるうん。感じ。うん。うまくいうってる人たちってみんん。な同じこと言うのね。うーうん。みんななんか、まあ、世に言う成功者みたいな人たちっていうのは、必うん。ずそういうこと言いますね。ね。うん。いや、そうなのかな。じゃあ、やっぱりそでうか。世界にとっていいことだけしてればいいんだなって今は思ってるっうていう感じん。なんですよね。うそうすると勝手に自分ん。にとって必要なものが用意されてくる感覚。自分からう取り入ってないんですん。よね。だからやってることうが全部今。ん。で、それでいいんだなって思ってうて。ん。そう。それね、俺もっと具体的に言える気がする、今、俺。まあ、言ってください。と、ポッドキャスト、うちのポッドキャストって、まあ、いろんなポッドキャストもうん。全部そうですけども、うん。中には自己主張をするためにやってる方もいらっしゃると思うんです。う自分の考ん。えを世に出したいっていうね。うん。うん。ただ、ゴーゴーの場合っていうのは、あと魔女カメもそうだな。聞いてる人が何かの参考になればいいと思ってるんでうすよ。特にん。ゴーゴーの場合は、英語の勉強になっちゃうんです。俺とエイブは楽しくただ単にうん。英語と日本語で話してるだけですけど、それを、まあ、これ言葉悪いけど、リスナーさんは勝手にうん。参考にしちゃうわけでうん。すよね。うん。そのうん。英語の勉強として。で、自うん。分の英語力の向上に役立てていただいているわけです。うん。それって、俺らの感覚では、楽しくやってるだけなんだけど、人のためになってるんですよ。主語が自分じゃなくうなってるんですよ。うん。うん。ん。自己主張を主張するためにやってるポッドキャストではそういうことは起きないと思うんですけど、ううん。ちの場合は、なのでそのリスナーさんが俺とエイブにうん。すごくこう感謝の念をずっと持ってくれてるんですよ。うん。ううん。なので、ん。イベントとかでお会いすると、その感謝うん。の思いを伝えたくて来ましたとか、ううん。あん。とはこの番組を聞いたことによって、こういうふうに今自分の人生が好う転してきましたん。とかっていうことを伝えに来てくれるんですよ。うん。うん。うん。ううん。その歯車って、うん。そりゃ力になるさって思うんでうん。すね。具体う的にそうん。いう人の感謝が降ってくるというか、うん。小さいことで言えば、その人たちがお土産持ってくる。それはう俺のん。お土産としていただくという利益にうん。なるし。うん。それ、まあ、細かいこと言ったらそうですけど、多分大きな流れ、生きるというところにも、そうん。こってだん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 同じことですから、生きるっていうのもおうん。土産もらうっていうのも。うん。なんかね、そういう、やっぱり
梅ちゃん今言った主語を世界にするっていうのはね、本当すごくその通りだと思いますね。ね、なんかそうなんだよな。人のためっていうのもちょっとなんか違うんですよね。自分のためでもあるし、人のためでもあるし、なんか社会にとってこれ、世界にとってあったらいいよねをただやってる感覚に近いかも。なんかそれが、なんか今回だからクリエイティブの話かなと思ってるんですけど、なんかそれにつながるなって思ってて、で、それがそのクリエイティブとアート、クリエイティブとアートって私違うものだと思ってるんですけど、それが両方あると、それが起こるなって思っているんですよ。クリエイティブとアートの違いってどう思います？なんか。言葉だけの、言葉だけの意味で言えば、アートっていうのは人が作るもの。英語で言うと、アーティフィシャルっていう単語があるんですね。はい。アーティフィシャルインテリジェンス。アーティフィシャルインテリジェント、それを略して AI って言うんですけど、アーティフィシャルっていうのは人が作った人工的なものっていうんですね。そこのアートっていうのは語源としてはそういう意味です。人が作った人工物。で、クリエイティブっていうのはもちろんゼロから何もないところから何かを作り出すこと、英語的な意味で言えば。っていうことでいいですか？いいですか？ユミさんの考えも聞くと、ね。確かにな、クリエイティブとアート全く違いますね。そう。なんか自分の解釈でいいと思うんですけど、感覚で。感覚で言うと、クリエイティブは、想像するっていうか、作ることだけど、アートは、なんか表現っていうか、自己表現に近いのかな。そうだと思います。なんか全然違う。なんかこれも人によって多分考え違くていいと思ってるんですけどね。なんか私の中では、なんかアートは子供が絵描いてるのを想像してもらった時に、小学1年生ぐらいまではアートやってるなって思うんですよね。で、小3ぐらいからクリエイティブになってくる感覚、絵が。これどういうことかというと、小1ぐらいまでは多分誰のためでもない、ただ自分が描きたいから描いてるのが絵だと思ってるんですよね。それは多分アート。ただやりたい衝動とか、欲求、表現。で、クリエイティブ、小学1年生ぐらいから絵はこう描くんだよとか、評価の世界に行くじゃないですか。小学校に入っていくと。そうしてくると、評価のために書き出してくるんですよね。要は、こういうものが価値があるよねって書いてくるとか、それがクリエイティブ。俺の中での認識ですね。で、どっちも悪くないんですよ。世の中にとってクリエイティブなものがあるから行くし、アートがいいってわけでもなくて、その両方を同時に持てるのがいいのかなって思ってるんですよ。その両方をちゃんと意識して作っていくものってすごくいいんだろうなって。両方が確立できたらすごくいいものができると思ってて。そう。で、ユミさんはどちらかというとアート寄りの人だと思ってるんですよね。完全にそうっす。完全にそう。そっちに振り切ろうとしてる。そう。で、そういう意味では、俺、ヨシさんはクリエイティブな人だと思ってるんですよ。嬉しい。これ、アートな人って言われても、多分俺ね、嬉しくならないと思う。クリエイティブな人って言われたらすごい嬉しいですね。なぜなら、すごく価値があるコンテンツとかを日々作ってるのが好きなわけじゃないですか。そうそうそう。そうそう。だから、すごくクリエイティブだなって見てて、思ってて。で、ヨシさんはなんか毎回自分はクリエイティブな人じゃないんでって言うけど、俺はって思ってて、めっちゃ作ってんじゃんと思って。いつもじゃ違うのになって。そう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 。で、世の中にとって、その世界にとってあった方がいいよねってものをすごく作ってるから、クリエイティブだと思ってるんですよね。そう。嬉しいな。なるほど。で、なんか、自分に関しては、なんか二人はすごい過大評価してくれてるなって思ってて、俺なんかクリエイティブで、そう、クリエイティブでもアートでも、俺あんまなくて、どちらかというと職人タイプなんですよ、俺実は。確かにそれ、最初、上ちゃん
とこう制作入るにあたって打ち合わせした時にそれ言ってましたね。そうなんですよ。割とその、クライアントワークを今まで結構やってきたっていうのもあって、相手の要望に応えられるというか、そう。そういだからどちらかといううのはでと、きるって言ってた。クリエイティブに近いんですけど、俺変な話、自己表現超苦手なんですよね。だからアートにめちゃめちゃ憧れが、ユミさんみたいな生き方にめっちゃ憧れがあるんだけど、自己表現しない人生だったんですよ。憧れがあるのに。なぜなら言いたいことがそんなにないっていうそんなないそんなに自己表現が苦手っていうの、どこかしらの魔女カメのエピソードで、最近のエピソードで確か聞いて、そう。あ、そっか。なんかそれでも前にも言ってた気がするけど、忘れてたっていう。上ちゃんその自己表現を歌に乗せるじゃないですか。だからそれが載ってないんですよ、俺。だから自分の曲あんま作んないのが実はそういうことなんですよ。なるほどね。人の思いを具現化するのは得意なの。だから職人タイプって言ってるのはそういうことで、人がこう思ってるってことを適切に表現したり、そこを表現することにめちゃめちゃアートを使ったりするんですよ。自己表現でその人の気持ちを乗せることはできたりするの。でも自分から自発的に何かやりたいが意外とない人で。要は、なんかカメレオン的なっていうのを自己紹介で言葉としてゆえちゃんは使ってたけど、なんかそのいい意味で空のボックスみたいな感じがある。そうなんですよ。それは多分私も一緒に作ってる時に思ってたと。すごいいい意味で。自分からだからこうしたいがないんですよね。ただ人がやってることをめちゃめちゃ良くすることができたりするなーっていう自覚があるっていう。それとやっぱり主語が自分じゃないっていうところにいい感じでつながってきますね。そうですね。昔からそういうのは全然言語化できてなかったんでそう思ってなかったけど、最近はだからそういうことかなっていう。でもある意味何にでもなれますからね。そうなんですよ。だから情報があれば、それをどういうふうにでも変容させれるっていうか、そういう能力がある人。すごい、そこが多分自分の強みなのかなって思ってますね。上ちゃんは、この間カメラ撮影した時もそうですけど、あと音楽作ってやった時、くれた時も、あとパソコンでその楽曲をね、音程をこう調整したりとか、やっぱその技術力もあるんですね。技術力があって、で、クリエイティブ性もアート性もある。性があるんですね。アート性があって。自分の表現しないけども、人のためにはもう100%のものをくれるわけですよ。結局、ゴーゴーのエンディングの出来上がりとかすんごかったじゃないですか。いい曲ですよね。もう常江さんの歌が入った時点でもう、もうすごい。最高ですよね。最高ですね。その、ユミさんの、ファッションショーの時の楽曲もすごいものになったわけじゃないですか。でもあれ多分制作の OS が全然違うんですよ。考え方が。全然違う考え方で作ってるんです。同じ音楽でも。確かにそれが多分できちゃうんですよね。ゴーゴーの場合は、いろんな方が聴いてるわけだし、ファッションショーの方が違いますもんね。その目的もちょっと違うわけだし。制作の方法論も全然違うし。確かに。なんかそういうのが感覚で多分できちゃう職人気質なのかなって。感覚人間、俺もう感覚人間出されると俺おたげですからね、本当に。そうか、すげえ。そうか、職人か、なんか、なんだろうな。感覚人間って何なんですかね、そもそも。なんか、みんな持ってると思うんですよね、なんか。いや、さっきの2人が、音楽のファッションショーの時に使った音楽の2人とも、うまくいくよねって言わなくても分かってる、あれ感覚ですよ、本当に。でも、ヨシさんが、俺を信頼してくれてるとかも感覚じゃないですか。まあね。人をかなり信頼してるっていうのは多分感覚だと思うし。言葉の表現が違うだけで。まあそうね。カテゴリーもちょっと一緒な気がする。そっか。で、感覚はみんなあると思う。もちろん感覚はありますけど、もう少しアート寄りの感覚って言えばいいのかな。感覚を信じてるかどうかな気がする。不確かなものを信じられるかどうかな気がする。自分の、こっち行ったら多分つくよね。
もう信じられるかどうか。その前に、いやでもちょっと調べようよって人もいるじゃないですか。Google で、マップでどこどこに向かうの、こっち合ってんのって調べる人もいるし、俺らはとりあえず行ってみて、やっぱツイッターができちゃう。それだけの話な気がしてって。性格というか。今、具体的な話で Google マップの話しましたけど、渋ちゃん同じこと言ってましたね、そういえば。本当に？なんか、瀬底島でちょっと、なんか暇だから、この辺歩きましょうよって言ってるわけ、言われて、じゃあ歩きましょうって言ったときに、車でも行ったのかな？車で行ったときに、何々って、ここの先、行き止まりなのかどうなのかっていうのとかを、俺は Google マップをすぐに出そうと思う。ただ、渋ちゃんが、やめてくださいと。つかなかったらつかなかったで、それはそれじゃないですか。なんか、この人でっかい、大きい人だと思って、俺もう叶わないと思っちゃったんですよ。いや、叶わないの話じゃないと思う。わかるんですけど。正確なだけな気がする。まあでも、そのシチュエーションだと、やっぱヨシさんがやっぱ案内する立場だから、地図使いたくなる気持ちはなんかわかる。実務的なんですね、俺ではね。実務的だけど、多分感覚使うときはめちゃめちゃ感覚使ってると思うし、その、55始めたきっかけとかもあるじゃないですか。そうですね。あれも感覚じゃないですか。絶対にうまくいくと思ったもんだ。それが多分感覚ですよね。ですよね。ヨシさんはそれがすごくあるんだけど、感覚ないキャラを演じてるんだろうな。やべ。だってさ、英会話選ぶときとかさ、めっちゃ感覚じゃん、全部信号が変わんなかった。そう。めちゃくちゃ感覚の話してるのに言葉でさ、全部なんか書き換えてない、自分のこと。なんかやばい。さっきあんなに2人楽しそうだったのに、今回俺が批評的になった。なんか、あれ、来週からおしゃれアレルギーはユミと上野とかなんで違う、そういうことじゃなくて、自分を認めろよ、よしっていう、そういう話。そう、本当そういう話っすよ。ちょっとその話は聞きたい。自分を認めろ。このお話の続きはまた次回のエピソードで配信いたします。どうぞお楽しみに。